そのピュアな気持ちでこの大地に降り立とう。今日は家の基礎をやっていこうと思います。はい。ということで、後から基礎。今から型枠を作って、コンクリートで基礎を固めていこうと思います。もちろん基礎は、一番最初建物建つ前に、一番最初にするんですけども、理由はいくつかありまして、今回は後回しにしました。一番大きな理由は、急いでたからっていうのがまずありますね。で、もう一つ理由は、水がまだ確保できていなかったっていうのがありますね。セメント塗るのに結構水使いますんで、ジャバジャバ水が使えるようになってからでないとできないっていうのも一つありました。で、もう一つは、建て始めの時は冬だったんで、凍結の恐れがあったんですよね。だからコンクリート打って、凍結して固まらなかったら嫌ですし、それもあって、後回ししました。はい。ということで、めちゃくちゃイレギュラーですけども、今回は後から基礎ということで、建物は建てますけども、後から基礎を打っていこうと思います。はい。こういう感じでですね、とりあえずこの地面だけ、ある程度固めて、で、ブロック置いて、その上に、単管ベースと単管をそのまま乗せてる感じになります。一応動かないように、各この単管の足には、斜めに単管の杭を入れてあります。はい。で、今回は、先ほど作った、この型枠ですね。この型枠を、ここにこういう風に入れて、で、蓋をして、で、ここにセメントを流し込んで、固めようと思ってます。で、その前に、ちょっとブロックの際を掘って、セメントが深いところまで行き届くようにして、メッシュっていう金属の格子状のものを買ってありますんで、それで中に骨を入れていこうと思います。はい。はい。では、混ぜ太郎を使ってみます。一応ネットで調べた感じだと、水入れてから砂、そしてセメントっていう順番という記述と、あと、バランスを先に入れるっていう記述があったんですけど、どっちもやってみて、ちょっと試しながら、行ってみようと思います。今回はちょっとバランスから行ってみたんです。バランス、水、砂、セメントの順で行ってみます。はい。
はい。ということで、無事基礎、型枠、コンクリート打設終わりました。はい。何回か使ってみて、かなりコスパ的にしっかり働いてくれてる感じがします。いい買い物をしたと僕自身は思ってます。やっぱりもう手で練るよりは10倍、20倍ぐらい多分早いと思いますんで、やっぱり電動のミキサー、もう楽ですね。はい。部材の入れる順番なんですけども、何回かやってみた感じ、水最初入れて、それからバラスですね。砕石を入れて、で、何回か使ってるうちに中にセメントがこびりついてくるんで、それを取る意味合いでも、水、バラスの順でいきます。で、それでバラスがこびりついたやつを取ってくれて、で、砂いって、で、最後にセメントっていう感じが一番僕がやった感じではいいかなと思いました。はい。部材の量的になんですけど、この混ぜ太郎が容量が120リットルの混ぜ太郎です。今回使ってみた感じだと、砂が20キロ1体。で、バラスも20キロ1体。で、セメントが25キロの1袋の、3分の1ぐらいっていう感じかなと思います。はい。で、パワー的には全く問題ないですね。なんか他のレビューとかを見てると、なかなか混ざらないみたいなことが書いてあったりしたんですけど、多分、なんか使い方をきちんと分かってないのか、ですね。ここにレバーがついてるんですけど、このレバーを動かすことによって、こう角度が変わるんですね。で、一番上にすると投入しやすいっていう、感じで、このレバーの角度ですね。このレバーの角度を急にすればするほど、部材がよりこう、攪拌力が高まりますんで、なかなか混ざらないときは、倒してやって、で、だんだん混ざってきたら、いいところの角度に戻して、うまく攪拌するっていう感じで、中のこの部材の混ざり具合とか見ながら、様子を見ながら、このレバーで角度調整してあげることがすごい重要ですね。はい。なかなか優れものだと思います。はい。使ってみた感じなんですけど、今回これで、20回ぐらいセメントを練ってみたんですけど、もう早くも、塗膜が、取れてきてますね。まあでも、職人さんのコンクリートミキサーとかを見てる限りでは、塗膜は、ね、こんな硬いコンクリートを混ぜるんで、塗膜はまあどうやっても、どんな塗装してもまあ持たないかなっていう感じです。いろんな職人さんが持ってるコンクリートミキサーとか見ても、まあ大体もう鉄むき出しで、錆だらけになってるっていうのがもうほとんどだと思いますんで、まあこれはしょうがないかな。まあ値段にしたら全然いいかなと思ってます。はい。まあ確かに、買って20回回してもうこの状態なんで、早いって言えば早いんですけど、まあどっちみち塗装は剥げてくることを考えたら、まあ遅かれ早かれ、しょうがないのかなっていう感じですね。はい。まあでも安くてきちんと働いてくれますんで、僕はいい買い物をしたなと思います。で、やっぱり、一番最後にきちんと洗ってあげることですね。これちょっとセメントがついてるだけでも、もう取れなくなっちゃうんで、しっかり終わった後は綺麗に洗えば、これからも何回も使用できるんじゃないかと思いました。はい。特にこのタイヤ部分ですね。ここですね。タイヤがこう2箇所ついてて、片方上げてゴロゴロ押して動けるようになってる、移動できるようになってるんで、このタイヤだけしっかり洗って落としてあげた方がいいと思います。ここにセメントがついちゃうと、移動するのにタイヤが動かないってなったらめちゃくちゃ大変なんで、このタイヤをきれいにするってことが一番重要かなと、今回思いました。はい。ということで、今回は後から基礎ということで、建物を建てた後に、基礎打ち、コンクリート仮設してみました。プラス、この混ぜ太郎を使ってみた感想でした。はい。型枠の方は1週間ぐらいしてから、外そうと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。